こんにちは、さしこのさなのんです。今日はセリアさんのミニ布巾を作っていこうと思います。これはさしこ初心者さんがセリアに行ってさしこの道具を買ってさしこを始めたいなという時に役に立ったらいいなと思ってこの動画を作りました。やっぱりさしこ初心者さんがまずセリアさんに行ってさしこの道具を買うことって結構あると思うんですよね。なんかお役に立てることあればいいなと思って動画を作りました。今回セリアさんのミニ布巾を一応説明書通りに作っていこうと思います。コツとか伝えていけたらなと思います。セリアさんの布巾結構いっぱい持ってるんですけど、セリアさんの布巾はちょっと生地の模様が細かめです。細かいです。こんな感じで古ければ古いほどちょっと細かい図案があって、こういうのとかすごく細かいです。初心者さんはどちらかというとこういった一針一針の針目の点線が大きめの幅のものや、こういった一目差しを選ぶと、いいかなと思います。こういった類のものを一目差しとよく言います。こっちの模様は模様差しと言います。はい。で、おすすめはこの辺かなと思います。この辺はすごく刺しやすかったです。はい。刺したこちらの図案はこんな感じになります。はい。裏。はい。こちらの図案がこんな感じになります。裏。はい。で、こちらの模様がこんな感じになります。裏。はい。お色を作ってみてます。はい。作る前に刺し子をするための必要な道具というのがあるんですけれども、まずセリアさんに行ったら布巾を買いますよね。あともう一つ重要なのが針と糸なんですけれども、セリアさんにも刺し子糸っていうのが売ってて、だいぶ前からあるこちらの刺し子糸って書いてあるこちらの糸なんですがこちらのね20620分の6分の20みたいな風に書かれているこれ206っていう糸の太さを表す単位なんですが、こちらが20の6になっていてちょっと太めの糸になります。で、先ほどご紹介したようにセリアさんの、布巾は若干細かいんですよね。なので太い糸に細かい図案というのはちょっと相性があんまり合わないかなと思っております。それでですね、私先ほどセリアに行ったら新しい刺し子糸が販売されてました。こちら、はい、刺し子ってここに刺し子糸って書いてあるのが太くて、こちらが刺し子って書いてあるこちらの糸がですね、はい、204と書いてあります。はい、細って書いてありますね。ただこちら単色がなかったので段染め、このグラデーションの糸しか私は見つけられなかったんですけど、はい、204と書いてあります。6の方が太くて4の方が太いです。はい、こちら見てみたらわかるんです。見比べてみますか。はい、見てわかる通りこちらが太い糸でこの緑の方が細い糸なんですけど、だいぶ違いますよね。はい。で、まだ私今セリアさんに行ってこっちを今買ってきたばっかりなので刺した感じはちょっとまだわからないんですが、こっちのね太い糸よりはこっちの細い糸の方がおそらく刺しやすいと思います。はい。でね、こっちの糸もね私大好きで太い糸よく使うんです。こちらはねどっちかっていうとこういう細かい模様ではなくてキンキンで作った私の布巾なんですが、こういった大柄模様とかにすごく映えるんですよね。はい、こんな感じで結構存在感のある布巾ができます。
はい、こちらの糸も可愛いので、ぜひ皆さん模様刺しなんかに作って使ってもらっていいかなとおすすめします。糸がですね、この辺がねおすすめの糸だったんでご紹介しようと思ってた糸がこちらの糸なんです。はい、こちらも先ほどの細糸と同じの204なんですよね。はい、でこちらは20メートルなんですけど、こちらは40メートルあります。こちらだるまさんの刺し子糸になります。細糸です。こちらは先ほど買ってきたセリアさんの糸で、こっちが20メートルでこっち40メートル入ってます。はい、でこちらのねだるまさんの刺し子糸が私買ってきたのは176円で40メートル入ってます。なのでこちらの方がねお得ですよね。こっち20メートルで110円だったので2個買ったら220円になるので、でこちらのね、はい、糸はこっちの糸を使ってます。はい、私が相性がいいなと思った刺し子糸はこちらまだね今回使ってみたいと思ってるんですけど、はい、それまで私が推していた糸はこちらのだるまさんの刺し子糸、手芸屋さんでね手に入るかと思うのでぜひチェックしてみてください。いろんなねバリエーションもあって私はね大人買いしちゃったんですけどいっぱい、はい、こんな感じで細かいセリアさんの模様にはぴったりの細さで十分糸も入ってるのでいろんな何回でも使えるかなと思います。はい、この刺し子糸こっちを使っていきたいなと思うんですけど、いろんなね種類があったのでまたとりあえずあるだけ買ってきました。はい、すごく細さ的にはちょうどいい気がするのでこちらを使っていきたいと思います。はい、段染めしか見当たらなかったんですけど、もしかしたら太糸もこれから出る単色の細糸もこれから出るかもしれないですね。布巾をね入れる箱とかもあればいいなと思って探してきたら結構いい箱が見つかりました。こちら蓋付きのケーススクエアってやつ、これを今セリアさんで見つけて、ちょうどねほら差し掛けの布巾とかが何枚か入るんですよ。こう上のここがね入んないからちょっと折って、ほらちょうどいいで、ほら糸とかも入って刺し子ケースにぴったりかも。で、はい、こんな感じで持ち運べてすごい便利だと思います。はい、こんな感じのケース、100均のセリアさんケースにしようかなと思ってます。早速やっていきます。はい、開けるとですねこんな感じでペラーンと入ってます。はい、それでこちらをまず布巾のように仕立てていきますね。刺し子する前にまず仕立てていきます。はい、まずこの印刷面をこっちにパッタンと折ります。アイロンをかけちゃうことによって生地が消えちゃったり消えなかったりっていう場合もあるので、念のためこのまま使いたいと思います。定規を用意して、これもセリアさんで買いました。ここからこれが点線です。はい、ここから1センチもしくは5ミリ、今回は1センチでやりますか。1センチ外側を縫うので1センチのところに線を引きます。はい、かけました。で今使ってるのはフリクションの
アインライナーを使ってます。こちらはね、アイロンで消える薄くなるペンです。セリアさんにあった手縫い糸使っていこうかなと思います。こちらで返し口を約10センチ残すって書いてあるんですけど、10センチも残さなくていい気はします。8センチぐらいでも全然大丈夫でした。8センチぐらい開けて、ここは縫わないで、あとはぐるっと縫います。ここは開けて縫います。クリップなどをつけると、ここは裏返しにするときに引っ張っちゃうので、なんとなく二重に強めにするのに、ここだけ返し縫いみたいにしてやっています、私の場合は。あとは普通に並縫いしちゃいます。1センチだとちょっと幅が広いわ、気になるわって方は5ミリでも可愛いかなと思います。玉結び玉留めで私はやっています。でまた最後もちょっと返し縫いして補強しておきます。はい、あとこの余白無駄なところをカットします。ここが広いと差し越してる時にすごい硬くなって、初心者さんだとちょっとストレスになるかな。初めての方はここを短めにカットする方がいいかもしれないです。重なって硬くて刺しにくいってなるかも。で裏に返していきます。なるべく角を出します。こちら花火という模様ですね。これ針のところでこうやってちょっと角を出してあげて、はい、本当だったらアイロンかけたいんですけどできないので、ここを先ほどの線と同じところで折ります。手でね、爪でギュッてやったら簡単に折ることできます。反対側も同じように折ります。はい、2つ折ったらここでまた挟んで置いておきます。でまたここをこの字閉じして閉じていきます。中からここの中側から内側から外側に出します。今外に出したんですけど、次は中の山のてっぺんを刺してここに出します。はい、次はこの下の布を掴んで出します。こんな調子でやると糸が目立たないで閉じることができます。
最後までいったら玉結びをします。はい、玉結びをしたらすぐ近くのところから針を入れて適当な場所に出します。そうすると糸が玉結びが入り込んでくれて、これをカット、ギリギリなところでカットしたら、目立たず処理ができます。はい、これで刺し始めの準備が完了しました。はい、早速こちらを刺し子していきたいと思います。こちら花火の図案ということで、ちょっと一番花火っぽいのを選んでみました。20メートルで足りると思うんですけど、はい、ではなるべく肩幅ぐらいまで伸ばして切ります。刺し始めなんですが、玉結びはしません。刺し始めたい方がここからなんですけど、一回戻ってこう返し縫いのように返してからいきます。なのでここから入れて、はい、そうですね。まず抜いてちょっと2、3センチ残しておきます。そしてこっちに返して同じ針目に通します。はい、こうです。これで OK。 これ私は表にこれを出して糸端を表に出してるんですが、裏に出しても全然構いません。これはね、表に出した方が刺しやすくて毎回表に出してしまうんですが、ほとんど皆さん裏に糸を出してるかと思います。でね、あとは点々点をね刺し越していくんですが、この点々点もねかなり細かくなってたりします。セリアさんの付近、基本ちょっとね上級者向けなんですよね、セリアさんの付近は。なのでこの点々点が難しいっていう方もちょっとね、点々点はちょっと見ないで自分の針目で刺しても全然大丈夫かなと思います。ここもね、ここがつながっちゃってるので難しいんですが、私ならギリギリのところでこうやって出しましょうかね。はい、布巾はね2枚重ねて刺すのが基本ですね。はい、裏もね綺麗な模様になるっていうのが刺し子の魅力の一つかなと思うので、ぜひ刺して裏も楽しんでほしいなと思います。ほらこんな感じで私もずれちゃっていますが、あまり気にしないで刺しちゃってます。はい、ではここも刺していきます。はい、最後も同じようにここまで縫い終わったら反対になって同じ針目に糸を通します。これで端処理は完了です。で、長いと邪魔になるので良きところでカット。これで外枠の完成です。はい、早速次は模様を刺していきます。セリアさんの刺し子付近の模様は
結構細かいんですよね。これとかどうなってるのかちょっと分かんないくらい細かいんですけど、細かいなってところはちょっと調整しながら刺したり、逆に長いなって思う、この辺もう長いなってちょっと思うところもあって、ちょっと工夫しながら刺すっていうのが基本です刺し方を今ご紹介しているんですけど、私は基本外枠で重ねをする方法で糸処理をしています。今回も今私の糸端がピンクなので、ピンクの外枠のところから針を通して、基本的に縦横斜めは最後に刺します。ここに重ねをして、ここからこんな風にここまで移動させ、さらしとさらしの間で移動させて、このようにして刺し始めています。ここで枠で重ねをします。たまに模様とかでも重ねするんですけど、基本外枠で重ねをすると重ねしたところが目立たないかなと思ってそうしてます。はい、そしてこのまま刺していきます。で、ここの細いところも結構頑張って刺しますね。こことここの間はね、長く渡ってしまいますが、そのまま頑張って刺します。糸こきをしっかりします。ここをね、しっかり糸をしごいてあげると綺麗な仕上がりになります。はい、裏です。やっぱちょっと長いところがあるんですけど、気にせずこのまま刺します。次はここを刺して、そのまま次の横、こちらにさらしとさらしの間、こっちに糸を渡らないようにここに持ってきます。で、2段目を刺します。はい、このようにすべての横、ここを刺していきます。糸が足りなくなったらまた外枠まで糸を持ってって、同じ色があれば外枠に重ねます。私はちょうどギリギリ緑でしたので、このように処理をしました。外枠に重ねをしないで刺す場合は、外枠と同じような感じで刺します。まずこちらに針を通し、少し残し、この場合はここに刺します。裏は2枚同時に刺しても大丈夫です。このように刺します。裏。はい。横全部刺し終わりました。裏、こんな感じになります。はい。次はですね、縦を刺していきます。はい、縦は少し長いので気をつけてください。こちらも外枠で重ねができないので、できるか。外枠で重ねをして、この長いのが
と嫌だなっていう人は横と同じようにこう刺してもいいかなと思いました。差し替えていいかなと思います。短く刺す方がやっぱり刺しやすいです。長いと刺しにくいです。あとね、糸こきも難しくなります。とりあえず今回は長くこの図案の通りに刺していこうと思います。糸が浮かない程度に糸こきをします。ちょっと浮いたら引っ張って形を整えます。感じで全ての縦を刺していきます。はい、こちら縦も刺し終わりました。次は斜めを刺していきます。どこから始めてもいいですけど、端っこよりは真ん中からこっちから斜めを始めるより真ん中から刺し始めた方がズレがなく綺麗に刺すことができます。こっちの斜めでもこっちの斜めでもどちらでもいいです。刺しやすい斜めの方向をどんどん刺していきます。このちっちゃいポッチも忘れずに刺します。斜めの糸こきは十分気をつけてください。優しく浮かないように、でも引っ張りすぎない、糸こきしすぎない、引っ張りすぎない、いい塩梅のところで糸が浮いてたらちょっと引っ張って調整して綺麗なところで糸を引っ張る。こういう風にね、裏見たら糸がねこうやって浮いてたらちょっと見栄えが悪いので、こういう長く渡るところは結構糸が浮いちゃってます。なので裏をねしっかり確認しながら刺し進めてみたらいいと思います。はい、裏です。このように斜めをどっち方向の斜めもこっちの斜めもこっちの斜めも、はい、刺し進めていきます。糸こきに注意、たまに裏見てここの糸浮いてないか、長く渡ってる糸が浮いてないか確認しながら刺していきます。すぐそばにあるね線をね刺していくことが多いです。長く段を変えてしまうとそこまでたどり着くまでにすごく時間がかかるんですよね。さらしとさらしの間に糸を通す方が大変なので、身近なところの糸をどんどん刺していっちゃいます。はい、で裏見て確認しながら、でまた近くのほらここ、本当だったらここまで飛ばないといけないんですけど、同じところって言ったらけど、これは今成功してますけど、さらしとさらしの間に糸を通すのって結構難しいんで、私は近場の糸を刺しながら刺し進めちゃいます。嫌いな人はいるかなと思います。どこ刺したか分かんなくなっちゃうっていう方はきちんと同じ方向を刺した方が分かりやすいかなと思いますが、そこまできっちりしなくても刺し上がりは同じなので、私はそこまで刺し順、縦横さえ守ればそこまで仕上がりに差はないのかなと思います。難しく考えずに刺していきましょう。このポッチを忘れないで刺しましょうね。できました。裏も可愛いです。こんな感じで長くちょっと渡るところもあります。はい、完成したら次に水通しといって
水につけて下絵を消します。はい、そうしましたらアイロンをかけてこの長くなった糸を切ります。水通ししてインクを消しました。で、干して生乾き状態の時にアイロンをかけます。裏もかけます。はい、かけ終わりました。かけ終わったら糸を切っていきます。間違って刺した糸を切らないように気をつけてください。ちょっと引っ張りながら切ると糸が入り込んで、こういうところ気をつけてください。切っていきます。すべて完成しました。はい、今回の刺し子糸こちら使ったんですけど、とっても刺しやすかったです。ちょっと毛羽立ちするかなと思ったんですけど、でもね、刺しやすかったです。やっぱり204という細い糸がね良かったかなと思います。はい、初心者の皆さん、セリアのミニ布巾初めてやるよっていう方の参考になれば嬉しいです。いろんなセリアのミニ布巾刺していこうと思うんですが、この布巾の仕立て方や刺し方の基本は全ての模様同じですので、いろんな模様も試してみてくれたら嬉しいです。こんな感じで参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。